よし、今からくしゃみをやるぞと。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。突然ですが、この2つはどう違うと思いますか？宿題をしました。宿題をやりました。今日は多くの視聴者さんが疑問に思っているするとやるの使い分けについて一緒に考えます。これらはある場合には両方使いますが、ある場合には片方しか使えないんです。じゃあどうして多くの初級の生徒さんはこの2つの違いで混乱してしまうのでしょうか？この2つは英語で言うと両方 do の意味になりますね。日本語教育では初級の段階でこの両方が出てきます。例えばある教科書の第6課で宿題をしますっていう例文を習いますが、それからしばらくして第26課では宿題をやってしまいましたっていう文も出てきます。でも、しますとやりますがどう違うのかはどこにも書いてありません。ほとんどの日本語教師も、もし生徒さんに質問されたら、しますの方が丁寧で、やりますはカジュアルですと教えているようです。実は私も最初はそう思っていたんです。でも、この2つの言葉をちゃんと調べると、そんなに単純な違いではないっていうことが分かりました。皆さんも感想やご自分の意見があればぜひコメントでシェアしてくださいね。では、この2つの文はどう違うと思いますか？宿題をしました。宿題をやりました。確かにさっき言った通り、しましたの方が少しお上品で、やりましたの方はカジュアルに聞こえることもあるとは思います。でも、やりましたっていう言葉は下品などで使わない方がいいんでしょうか？いえ、そういうわけではありませんね。例えで考えると、するは冷静な優等生のイメージです。宿題をしましたと聞くと、ただ冷静に宿題をしたと言っているだけで、それに対してどんな感情があるのかはわかりません。自分から進んでやったのか、やりたくなかったけどとにかく終わらせたのかはわかりません。それに対して、やるのイメージは熱血なチャレンジャーです。エネルギーとやる気に満ち溢れている感じですね。ですから、宿題をやりましたというと、自分の意思で積極的にそれをやった。それに挑戦したっていう感じがします。じゃあここで初級で習う単語の中で、するを続けても、やるを続けても大丈夫な単語をいくつか挙げてみます。まず、学業と関係があるものは、さっきの宿題をする、やる以外では、勉強をする、やる、練習をする、やる、授業をする、やるがあります。また、スポーツと関係があるものなら、野球をする、やる、テニスをする、やる、サッカーをする、やる、などがあります。職業と関係があるものはどうですか？社長をする、やる、医者をする、やる、など大抵の職業も両方使うことができます。他には趣味も言えます。例えば、ダンスをする、やる、ゲームをする、やる、などがそうですね。また、イベントもあります。例えば、会議をする、やる、パーティーをする、やる、結婚式をする、やる、などは両方使うことができます。これらは確かに丁寧かカジュアルかっていう分け方もできますが、もっと大切な違いは、するはその動作について
感情があまり読み取れないのに対して、やるは意志的、情熱的だっていう点です。ちなみに、このするっていう動詞は、何々っていう名詞をするのように、をが必要な場合と、勉強する、練習する、旅行するのように、をがない場合がありますね。このように、をがない動詞は、勉強するっていう言葉が一つの動詞になっています。このようなをがない言葉は、するの部分をやるに変えることはできません。例えば、勉強やる、練習やる、旅行やるのような言い方はありませんので注意してください。逆を言うと、するは単独ではあまり意味がない動詞だっていうことができます。優等生なんですけど、個性がないので、他の単語と一緒に使って初めて意味がある言葉になるんです。じゃあ、例えば突然誰かが、したとか、してしまったと言っただけなら、一体何が起こったのか全然わかりませんよね。でも、やったーとか、やってしまったっていう場合はどうでしょうか。やったーは何かいいことがあったんだなっていうことがわかります。やってしまったは何か失敗してしまったんだなっていうことがわかります。また、やる気っていう言葉は意欲っていう意味で使われますし、やりがいっていう言葉は達成感とか意義の深さっていう意味でもよく使われていますよね。後で詳しく話しますが、やるは単独でいろいろな意味に使われるんです。でも、するは優等生ではありますが、それ単体では意味のある言葉にはなりにくいっていう性質があります。では問題です。これは何ですか？これはあくびですね。あくびを何々。拍手！これは何ですか？これはくしゃみです。くしゃみを何々。これは何ですか？これは咳です。咳を何々。これらの文には何が入ると思いますか？これらはすべて無意識の生理的な行動なので、するが入ります。ですから、あくびをする、くしゃみをする、咳をするになりますね。よし、今からくしゃみをやるぞと決意してくしゃみをする人は多分珍しいと思います。このような生理現象には、するを使います。じゃあ次のような場合はどうですか？すごくいい匂いが何々よ。木の上から鳥の声が何々。これらもするが正解です。匂いがするとか声がする、味がするっていうのは五感、つまり視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などと関係がある文ですね。さっきの生理現象は何々をするでしたが、この五感と関係がある文は何々がするのようにがを使います。これらも意識的に何かをするわけではなくて、自然に何かを五感でキャッチするので、するを使うと覚えてください。では、こんな文はどうでしょうか？今ちょうどテレビでそのニュースを何々っているよ。これはやっているしか使えません。つまり放送するっていう意味でやるを使うことがあるんです。映画館で上映するときにも、あの映画館では何本かの古い映画も何々っている。これもやるを使います。やっているですね。じゃあ、こんな場合はどうでしょうか？今回のドラマで彼女は悪役を何々ことになった。これも普通はやるを使いますが、
このように演じるっていう意味の場合は、やるっていう漢字を使うこともあるんです。それで放送するときや演じるときには普通、やるを使うと覚えてくださいね。この場合、するとは言いません。じゃあ、こんな文はどうですか？20歳の頃から今までずっとギターを何々できた。音楽を何々できていろいろ困難もあった。これらは両方やってきたになります。さっきダンスとかゲームなどの趣味はするでもやるでもいいって言ったんですけど、継続的に長い間音楽や楽器演奏に携わる場合は、音楽をやる、楽器をやるっていう言い方をします。ギターをするとか音楽をするっていう言葉はありませんので気をつけてください。では、こんな場合はどうですか？誰かがレストランのオーナーについてこう言っています。彼はやり手だ。東京の一等地でレストランも何々っている。さっき社長とか医者など職業の場合はするでもやるでもいいって言ったんですけど、今回は職業ではなくてある店を経営しているっていう意味の文です。この場合はやるしか使えないんです。会社を、レストランを、店を、スーパーを、花屋をなどはするではなくてやると覚えてください。じゃあこんな文はどうですか？インスタ何々ってますか？このインスタっていうのはインスタグラムの略ですね。このように SNS のアカウントを使っているかどうかっていう場合もやるを使います。するではありません。インスタをやっている、Facebook をやっているとか、また私の場合は YouTube をやっているのように言うことができますね。さっきのように店を経営する場合だけではなくて、SNS などを管理している場合もやるを使うと覚えてください。じゃあ、試合に勝ってすごく嬉しい時には何と言いますか？何々たー。これはさっきも少し言いましたが、成功した時、ラッキーな時、何かの試合に勝った時などには本当によくやったーを使いますね。じゃあもしあなたが試合に勝ったチームのコーチだとしたら、どのように選手たちを褒めますか？よく何々た。これはよくやったですね。よくしたでは全然意味が通じません。このように努力するとか挑戦するっていう意味でもやると言います。では何か失敗してしまった時には何と言いますか？何々言ってしまった。これもさっきちょっと出ました。やってしまったですね。この失敗のやるがやらかすっていう言葉になってやらかしてしまったっていうこともあります。ですから成功した時以外に失敗した時にもやるっていう言葉を使うことがわかりますね。またさっき誰かに勝った時にやったーが使えるって言ったんですけど、負けた時には逆にやられたということもあります。これは何か被害に遭った時にも使えるんです。例えば、台風に屋根をやられたなどがその例ですね。でも、面白いことに何か悪いことが起こった場合は全部やられたのように受け身形にしなければならないかっていうと、そういうわけではないんです。例えば、病気や怪我をした時には、ストレスで胃をやられたとも言えるし、ストレスで胃をやってしまったのようにも言えるんです。
つまり体の部位を悪くしてしまった場合は、受け身形でやられたと言っても、やってしまったと直接言っても、両方大丈夫っていうことなんです。ただ、もし体の部分ではなくて、病気とか怪我の名前だったら、去年胃潰瘍をやったのように、病気や怪我をやるっていう形を使います。この時は受け身形は使いません。そして、この場合は大きな病気や怪我にしか使えません。例えば、風邪をやったとは普通は言いません。気をつけてください。じゃあ、仕事が終わった後に仲のいい同僚に何と言って居酒屋に誘いますか？この後一杯、何々？これは一杯やる？ですね。この一杯やるはお酒を飲むっていう意味です。他にタバコをやるとか薬をやるなどの言い方もありますが、特にこういう時に薬をやるっていうと大抵合法的ではない薬のイメージですね。それでお酒、タバコ、薬など嗜好品についてもやるを使うことがあるっていうことなんですけど、このあたりからはちょっとダークな意味での使い方が多くなってきます。例えば映画などではこんな場面もあるかもしれません。敵に対して喧嘩をしたいかどうかを尋ねるとき、なんだその目つきは、やるのかという場面があるかもしれません。ここでやると言ってるのは、殴ったり蹴ったりの暴力行為を指しています。いい子の皆さんは使わない方がいいです。ただ、ドラマや映画で出てきた場合、やっぱり意味がわかるようにと思って一応解説しています。そして、やるっていうのが殴る、蹴るだけならまだマシなんですけど、時々やるのようにこの殺すっていう字を書いてやると読むことがあります。例えばヤクザの親分がやっちまえということがあります。これは相手を殺せと言っています。恐ろしいですね。使わない方がいいです。また、やるのやの部分がカタカナになってやると書く場合は性行為を指すこともあります。これらの使い方はあまり品のある使い方ではないので、皆さんは聞いてわかる程度に留めておけば十分だと思います。じゃあ最後にやるのもう一つの意味について簡単にご紹介します。それはあげると同じ意味のやるです。自分より身分の低い人や動物に何かをあげるときに、例えば弟にプレゼントをやる、犬に餌をやる、花に水をやるっていう言い方を昔はよくしていたようですが、最近はこれらはすべてあげるで代用されることが多くなりました。それで何々手あげると同じように、ある動詞に何々手やるがついて何かのことを証明してみせるっていう挑戦とか強い決意を表す言い方がありますが、これは今も残っています。例えば、絶対に勝ってやるとか、きっと合格してやるとか、もっと面白いのは、絶対にやってやるのように、一つの文に二つのやるがついた言い方もあるんです。今日はこの何々てやるについてはあまり詳しく話しませんでしたが、このような言い方もあるっていうことを覚えておいてくださいね。今日の動画が何かの参考になったなら、グッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。